緊張した時に出てきますよね。でも脇汗でクリニックを受診する方って%ぐらいで非常に少ないんですね。脇汗の薬が日本で初めてできるようになりましたので、皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ、あと湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、日常生活で脇の汗でお困りな方のために脇汗の治療について、汗の種類、脇の多汗症とは保険薬エクロックゲルについて、保険薬ラピフォートワイプについて、自費の薬パースピレックスについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、脇の汗について詳しくなれると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。脇汗って暑い時に出ますが、暑くなくても緊張した時に出てきますよね。あと、あんまり多くなると匂いも気になりますしね。私は春にコートをクリーニングに出そうと思ったら、なんとコートに汗じみが黄色くついていて、もう脇汗ってそこで直したいなって思いました。市販の制汗剤を使っている方も多いと思いますが、実は2020年に12歳以上の方が使える脇汗の薬が日本で初めて保険で処方できるようになりましたので、こちらをメインにお話をさせていただきます。汗って実は種類があるんですよ。汗は皮膚にある汗腺から出てきますが、汗腺にはアポクリン汗腺とエクリン汗腺の2種類があります。どう違うかっていうと、エクリン汗腺はほぼ全身にあって、運動した時にかく通常の汗で水のようにさらっとしてます。蒸発しやすいので、拭き取れば匂いはあまり気になりません。暑いところにいたりとか、緊張によって発汗して、特に足の裏に多く存在します。この汗はアセチルコリンという物質が関与していて、交感神経の末端からアセチルコリンが放出されると、エクリン汗腺に作用して発汗が促されます。エクリン汗腺から出る汗は無臭で、匂いの原因となる物質はほとんど含まれていませんが、汗が皮膚の表面で赤や皮脂などと混じり合うと、これを細菌が分解することで匂い物質が発生して臭く感じます。一方で、アポクリン汗腺は限られた部分にだけに存在していて、特に脇の下や陰部に多くあって、思春期になると性ホルモンの影響で分泌が多くなります。アポクリン腺から出る汗は脂質やタンパク質などをたくさん含んでいるのが特徴で、匂いの元となる成分を多く含んでいて、脇がの原因にもなります。だから脇がの人はアポクリン腺が大きくて、その数も多くて分泌量が多い傾向にあります。なので分かりやすく言うと、エクリン汗腺は体温調節をしていて多汗の原因になって、アポクリン汗腺は体臭の元となって匂いの原因になります。ではここから脇の多汗症について説明します。日本では10人に1人の人が多汗症って言われていて、そのうち 60% の人が脇汗に悩んでおられます。だいたい19歳ぐらいで気になるようになる方が多いみたいですね。でも実際に脇汗でクリニックを受診する方って4% ぐらいで非常に少ないんですね。大体の方が制汗作用がない市販のデオドラント剤を使っていらっしゃいます。つまり 96% の方はクリニックを受診されず、本当の制汗剤の効果をまだ試されてないんです。この動画を作ろうと思ったのも、その 96% の方に知ってほしいからでした。周りの方にも市販の制汗剤とは違うことをぜひ教えてあげてくださいね。脇の汗がひどいと、脇の汗じみで人目が気になって恥ずかしいから濃い色の服しか着れないとか、夏はもちろんのこと、冬は冬で暖房で脇汗が出るので、汗が冷えて風邪をひいてしまい憂鬱とか、学校生活とか職場でお困りの方がいらっしゃいます。ひどいと1日に何回も洋服を着替えたり、何回もシャワーを浴びる方もいらっしゃいます。2020年9月に3割負担の健康保険になったエクロックゲルは、
日本初の脇汗の治療の塗り薬です。半透明のゲル状の液体で、最初に発売された時は、キャップのところにアプリケーターがついていて、アプリケーターにポンプをワンプッシュして、右脇に。で、またワンプッシュ、アプリケーターに乗せて反対の脇に塗り広げる方法でした。これも手につかなくて良かったんですが、ほんと最近の話なんですけれど、2023年6月になると、さらに塗りやすく改良されたツイストボトルが発売されて、アプリケーターに液を乗せる手間が省けて、先端を回すとちょうど1回分の液が出て、そのまま脇に塗れるようになりました。液がこぼれにくいように、縁に高さがちょっとあって、液が勢いよく飛び出るのを防ぐために穴が4個開いていて、めちゃくちゃ使いやすくなりました。ちなみに、ポンプタイプは 20g と 40g の2つあって、ツイストボトルは 40g だけですので、20g のものは毎日使うと2週間、40g のものは1ヶ月で使うことになります。気になるお値段ですが、エクロックゲルは3割負担の方で約3000円ぐらいかかります。だからちょっとお高めの薬にはなりますね。最も効果が出るのは外用後4時間とのことです。エクロックゲルを使うと 80% の方で汗が抑えられて、60% の方は日常生活に支障がなくなる程度まで改善しますし、効果が出るまでの期間も2週間と比較的早くに実感できます。もともとどうして多汗になるかっていうと、よく緊張すると脇から汗が出ますよね。つまり緊張して交感神経が活発になるとアセチルコリンが刺激されてエクリン汗腺から汗が出ます。なのでエクロックゲルでどうして汗が止まるかっていうと、このアセチルコリンの刺激を止めてくれるからなんです。副作用としては局所に塗るお薬なので重大な副作用は少ないですが、塗った部分が赤くなってかゆい、尿が出にくい、視界がぼやけたり光を眩しく感じる、口が乾くなどの症状が出たら中止してください。また妊婦さんや授乳婦さん、12歳未満のお子さんや閉塞隅角緑内障、前立腺肥大による排尿障害がある方は使用できません。次にラピフォートワイプは2022年5月から処方可能になった脇汗の薬で、ラピッドっていうのは英語で早く、コンフォートっていうのは快適という意味ですが、これを組み合わせて早く快適になるという意味が込められています。1回使い捨てのシート状のもので、1枚を使って左右の脇に1回ずつ拭き取ると30秒ぐらいで乾きますので、エクロックゲルよりも効果が出るのが早いです。個人差はありますが、1週間目ぐらいで効果が出てきます。エクロックと違い、シートを手で触ってしまうので、使ったら手を洗うようにしてくださいね。あと、袋に1枚ずつ入っているのですが、シートを取り出すときに薬が飛んで目に入ると目がかすむとか副作用があることがあります。基本的にはエクロックゲルと全く同じ副作用で、塗った部位が赤くなったりとかかゆい、尿が出にくい、視界がぼやけたり光を眩しく感じる、口が乾くなどの症状が出たら中止してください。閉塞隅角緑内障、前立腺肥大による排尿障害がある方、9歳未満のお子さんは使用できません。で、実はもう一つ、3割負担の健康保険適用外の脇汗を止めるとってもいい塗り薬があります。この主成分は塩化アルミニウムなのですが、これはアポハイドローションとは全く別の方法で汗を止めてくれるんです。パースピレックスを使うと主成分の塩化アルミニウムが汗腺に浸透すると、汗を出す管に残っている水分と反応して角栓を作ってくれるので、蓋ができて物理的に密封してしまうので汗腺を塞いでしまうんです。なので一時的に汗が出なくなるのです。だからといってこの汗腺は永久ではなくって、皮膚のターンオーバーとともに剥がれてしまうので、
また汗が出てきます。この周期がだいたい3日から7日ぐらいなので、週に2日ぐらい使うだけでいいので、毎日塗らなくてもいいんです。普通の制汗剤だと汗とかで取れてしまいますが、手を洗ったりお風呂に入っても効果が続くので、とっても楽です。これも12歳未満のお子さんには使用しないようにとなっています。今までの制汗剤、デオドラント剤では塗り直しが必要な方はパースピレックスはおすすめです。パースピレックスは自費の商品にはなりますが、1本4000円から5000円ぐらいで販売されることが多いので、3ヶ月ぐらい持っちゃうのでコスパはいいですね。パースピレックスの使用方法は、よく乾いた傷のない皮膚に寝る前につけます。なぜ寝る前に使用した方がいいのかっていうと、夜間は汗腺の活動が低下して角栓が作りやすくなるんですよね。効果が出るまでの最初の1週間は毎日使っていただいて、効果が出始めたら週に2回ぐらいで十分効いてくれます。朝は脇をちょっと洗っていただくようにしてください。パースピレックスは脇用と手足用があるのですが、濃度が違います。脇用は主成分の塩化アルミニウムの濃度が8から 15% に対して、手足用は 25% 配合されています。なので、手足用を脇に使ってしまうと、かぶれる可能性がありますので、ご注意くださいね。じゃあ、ラピュフォートワイプ、エクロック、パースピレックス、どれがいいんでしょうね。単純に値段だけで比較すると、1ヶ月あたりエクロックゲルは3割負担の方で3235円。ラピュフォートワイプは1枚262円なので、3割負担の方で2200円。パースピレックスは自費ですが3ヶ月ぐらい持つので、1500円程度と考えると、パースピレックスが一番お得にはなります。そう考えると、効果のない市販の制汗剤を買うのと、ちゃんとした薬にするのと、そんなにお値段大差ないって思いませんか？ 96% の日本人が使っている市販の制汗剤を否定するわけではないのですが、もし脇汗のこういった薬を知らなかったら、ぜひお友達にもこの動画を教えてあげてくださいね。あとは旅行に行くなら、使い捨てのラピュフォートワイプがかさばらなくていいですね。一番大きな違いとしては、対象年齢の違いがあって、ラピュフォートワイプは9歳以上、エクロックゲルやパースピレックスは12歳以上。これらに注意して薬を選んでみてくださいね。ということで、今日は脇汗の治療について、汗の種類、脇の多汗症とは、保険薬、エクロックゲルについて、保険薬、ラピュフォートワイプについて、自費の薬、パースピレックスについて、皆さんにお話をさせていただきました。脇汗について詳しくなれましたでしょうか？このチャンネルでは、綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画配信の励みになりますので、とても嬉しいです。次回は手汗の薬についてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。